霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著62現世のおさらい。私は嬉しいのやら悲しいのやら自分にもよくはわからぬ気分でしばらく辺りの景色に見とれていましたが、ふと自分の住まいのことが気になってきました。おじいさんは私の住まいについて何ともおっしゃられなかったが、一体それはどこにあるのかしら。私は岩の上からあちこち見回しました。却下は一帯の白砂で、そして自分の立っている岩の他にもいくつかの大きな岩があちこちに喫立しており、それにはひねくれた松その他の常脇が生えていましたが、ふと気がついてみると、中で一番大きな向こうの岩山の裾に一つのホラー穴らしいものがあり、これに新しいしめ縄が張り巡らしてあるのでした。きっとあれが私の住まいに相違ない。私は急いで岩から降りてそこへ行ってみると、暗にたがわず岩山の底に天然自然にできており、そしてそこにはご神体をはじめ、私が日頃愛用の小机までがすでにきちんと取り揃えられてありました。一目見て私は今度の住まいが真から好きになってしまいました。洞窟といってもそれはよくよく浅いもので、明るさはほとんど外と変わりなく、そしてそこから海までの距離がたった5、6軒、辺りにはきれいな砂が敷き詰められていて、ところどころに美しい彩りの貝殻や匂いの強い海藻やらが散らばっているのです。まるきり三浦の海岸そっくり。こんな場所なら私はいつまでここに住んでもよい。私は部屋を出たり入ったり、しばらく座ることも打ち忘れて小娘のようにはしゃいだことでした。今日から振り返って考えると、この海の修行場は私のために深海で特に設けてくださったおさらいの場所とも言うべきものなのでございました。ところは人の心を映すとやら、自分が現世時代に親しんだのとそっくりの景色の中に意志と抱かれて、別になすこともなくたった一人で暮らしておりますと、考えはいつとはなしに遠い遠い昔に馳せ、ありとあらゆるどんな細かい事柄までも赤い色の貝殻一つ、かすかに響く松風一つが私にとりてどんなにも数大きい思い出の種だったでございましょう。それはちょうど絵巻物を繰り広げるように、物心ついた小娘時代から34歳で見まかるまでの私の生涯に起こった事柄が最大漏れなくここでおさらいをさせられたのでした。で、この海の修行場は私にとりて一つの涙の捨て場所でもありました。最初、辺りの景色が気に入ってはしゃいだのはほんのつかの間。あとはただ思い出しては泣き、さらに思い出しては泣き、よくもあれで涙が枯れなかったと思われるほど泣いたのでございました。元来私は涙もろい女。今でもまだ泣く癖が止まりませぬが、しかしあの時ほど私が続けざまに泣いたこともなかったように覚えております。が、思い出すだけ思い出し、泣きたいだけ泣き尽くした時に、後には何とも言えぬしんみりと安らかな気分が私を見舞ってくれました。こんな育児のないものに幾分か心の落ち着きが出てきたように思われるのは、確かにあの海の修行場で一生涯のおさらいをしたおかげであると存じます。私は今でもあれが私にとりて何よりありがたい修行場であったと感謝せずにはおられませぬ。なおここはただ昔の思い出の場所であったばかりでなく、現世時代に関係のあった方々との面会の場所でもあり、私は随分いろいろな人たちとここでお会いしました。見本として私があそこで里の中木および夫に会った話なりといたしましょうか。格別面白いこともございませぬが、